こんにちは、魚屋の森です。さあ今日は何の日かな。じゃじゃーん。はい、ということで今日はこのアイゴをさばいていくんですけど、私今回30キロ漁師さんから買い上げさせていただきました。この魚めちゃくちゃ安いんですよ。皆さん多分未利用魚って聞いたことあると思うんですけど、今だと低利用魚っていうのかな。例えばマグロとかサーモンとかみたいに一般的に使いにくいとされている何かしらの理由があって、あんまりこう主流に食べられてないっていうようなお魚。見た目がちょっと地味だからかなとかっていう簡単な理由じゃなくて、これね今日怖いんだよな。私撮影めちゃくちゃ怖くて、これ見えます？めっちゃチクンチクンなんですけど、ここに実は毒を持ってる魚なんです。ヒレに当たってね痛くなる魚中でもベストワンぐらい危なくって、どれくらい痛いかっていうと斜腸弾です。包丁で手をジャッて切って深めに、その中身を結構尖ったトンカチで殴られてる。しかも 5,6 時間ぐらい。美味しい魚ですけど、まずは注意喚起からスタートしたいと思います。でその毒っていうのが1個なかなか利用されにくい理由にプラスして、匂いがちょっとあるんですよ。この子こうやって匂ってみても分かるように、食べてるのが昆布とかワカメとか海藻を食べるのなので、やっぱりちょっとなんか独特の海藻臭みたいなのがする。で内臓が腐りやすいので鮮度が悪くなると、匂いがするので、別名アイゴビバリっていうんですけど、それがおしっこのことなんですよ、方言で。それくらいなんかこうアンモニア臭がするのが気になる人がいるみたいなんだけど、私あんまりそんなに匂い気になったことなくて、とにかくめちゃくちゃ美味しいと思ってます。で社長もこれは白身の中でも上位レベルで美味しいって言ってるぐらい、やっぱり魚屋の人、食べたことある人は知ってる味だと思うので、今日はこのアイゴの魅力を少し伝えて、せっかくであれば釣れたりとか取れたりしたら使ってもらえるんじゃないかなっていうところで、美味しさを皆さんに伝えてみたいなと思います。で後半には今日はスペシャルゲストたちが大量に来ますので、そこの部分も楽しみにしてもらえればと思います。ということで今日はアイゴの日、行ってみよう。で今言ったこの背びれのところと毒があるのが尻びれ、ここに、あとここ胸びれなので、こことここが危険ゾーンです。でこれアイゴってまだね研究全然されてないお魚で、冷蔵とか冷凍したら毒性が弱まるとかいろんなこと言われてるんですけど、でも私死んだお魚をさばいて現に毒の反応が出てる人知ってますので、うちの社長なんですけど、もうポンポンに手が腫れるんですね。なので冷凍したら大丈夫とか冷蔵したら大丈夫とかネットにいろいろ書かれてるけど、アイゴさばくときは本当に気をつけた方がいいと思う。ではアイゴくんよろしくお願いします。今日もう念には念をっていうので、私はこの極厚手袋を使ってます。これ登山用のやつで、ある程度この包丁とかも大丈夫なものです。でこの子鱗がねなくてつるっとしてる子です。ただ表面にこういうぬるみがねちょっとついてるので、これだけ取ってあげます。匂いにもなるのでね。処理のコツを覚えると本当に美味しく食べれるお魚なので、ぜひちょっとポイントお伝えしますので参考になればと思います。お家でやるときとか少量やるときは絶対これ使った方がいいです。ますね。この毒のあるところ、背びれのところ結構柔らかいのでサクッと切れます。こんな感じで根元からしっかり切っていきましょう。この先のトゲトゲに刺さらない限り、太いところはそんなにね肌を貫通しないと思うので、皮膚の中に入らなければ毒も大丈夫だから、ここだけ切っちゃえば安心です。
れで危険な部分が取れました。じゃあ頭取っていきます。わあ、女の子だ。うわあ、これ実はアイゴの一番美味しいところってこの内臓って言われてます。この卵につけるとめっちゃ美味しいし、であとこの内臓ぐるぐるになってると思うんだけど、普通のお魚より長いですね。これ草食性のお魚によくあるもので渦巻きになってるんだけども、煮たり焼いたりしてもこれも美味しいの。今日はね、作りたいものがあるのはこっちの身の方でやりたいので、一旦これは取っておきます。普通に三枚おろしをしていくんですけども、もうすでにね、すっごい昆布みたいな香りがしてます。内臓も黒いのは多分海藻だろうね。あんな色じゃないっていう草食性ならではの中でしたね。で、私アイゴってこんなに丁寧にさばくことってあんまないんですけど、せっかくなのでちょっと後で魚屋さん流のさばき方をお見せします。大量にさばくときはこんな感じっていうのは綺麗な白身ですね。このアイゴってお刺身で食べると美味しいんですよ。なので今日は刺身にした後、せっかくならやっぱり魚屋の森さんチャンネル、魚好きを増やしたい、水産資源を守りたいという大きなビジョンを持って運営しておりますので、この未利用魚、低利用魚のアイゴを使ったフィッシュバーガーを作りたいと思います。それを実は、とあるイベントで販売しようと思っていて、今日はね、そのイベントに協力してくれる超強力な助っ人メンバー11人ぐらいが来ます。めちゃくちゃ可愛いです。皆さん交互期待です。でもここから先も飛ばさず見てね。さっき言ったようにここの腹のところ、普通だとこうやって腹骨だけすいてあげればいいじゃんっていうとこなんですけど、見てわかる通りこんだけ映っちゃってるんですよ、香りが。なのでもうここもったいないですけどバツッと切っちゃいます。ここに骨がついてるので、私はちょっと大量でお魚屋さんとして処理するときはもうここの骨、中骨まで切って、こうすると骨抜きする必要もないので、こういう感じになります。ちょっともったいないけども、正直このハラミもグラグラなのでなかなか食べれない。ここまで来たらもう皮を引きます。これもポイントなんですけど、この皮が匂うんですよ。この香りがやっぱり美味しいっていう方もいれば苦手な方もいるので、基本的にはこの皮は引きます。焼いたりとかするときはいいんだけど、フライにするときも取ってあげた方がいいです。さっき言ったように鱗がないお魚なので皮ちょっと硬めだから、あんまり皮にこう旨味があるっていうのはないかな。分厚いね、分厚くて硬い。さあ、じゃあお刺身、普通の白身みたいにそぎ切りでいきます。お刺身完成です。じゃあ次は魚屋さんでやるとき、もちろんヒレをいちいちこう切ってる時間がないので取らずにいきます。お腹は諦めてこういう風に切っちゃう。で、もう身をここで下ろしちゃう。こういう感じ。こうするともうこの可食部だけが残るので、この腹の黄色いのがついてるところはこっちに残して、背中側の美味しいところだけ残す。これがちょっと早いのかなと思います。カズマです。森翼です。森アイナです。あきです。キンゴです。朝日です。稲田寛治です。ぬかだこ太郎です。今町まなとです。田代剛です。あ、行っちゃった。裏行っちゃった。あ、出てきた出てきた。あ、見て水色のこいつら。あれあれ。
それね、うなぎじゃなくてアナゴって言います。あ、なんか水族館とか。これって何ですか？なんかめっちゃ丸いところに詰まってます。筒かなんかに。ああ、はい。でもセミホーボーとかいろいろいますよね。そうだね。あ、これ確か、あれだ、車エビ。そう、車エビ。このヒレ、とっても危ない毒がいっぱいついてるので、まずさばくときはこれを先に切っちゃいます。結構柔らかい。サクッと切れちゃいますね。綺麗でしょ？白身でした。まずはさっきさばいたアイゴ、これね、骨がすごい硬いお魚なので骨を抜いてもらいたいと思います。実はみんなが食べてるお刺身は職人さんたちがこうやって一個一個骨を抜いてくる。お魚は結構手間暇がかかるよ。全然取れ取れないでしょう。それだけね、アイゴの身はね、ギュッとしてるからさっきのプリッとした食感がある。ギュッギュが大事だよ。みんなすごい上手につけたね、これ衣バッチリ。じゃあこれ揚げていきます。はい、ここちょうだい。こっちちょうだい。こっち。揚げてもやっぱいい香りがする。海藻っぽい。みんなできたよじゃあみんなに今から作ってもらうレシピをやりますので、よく見て同じようにしてください。マヨネーズをバンズに塗ります。これいっぱい塗ると美味しいです。そしたらここにキャベツ乗せます。でここにトマト乗せます。やっぱハンバーガーって言ったらね、フライにはよく合います。タルタルソースをたっぷり乗せましょう。うわー、最高やん。おー、美味しそう。大胆にね。でこれ大葉、こういう爽やかな味ってアイゴによく合うので、大葉を添えます。肉を挟んでおー、美味しそう。完成です。ボリュームすごいね。ボリュームすごい。オッケー、できて、で次にお酢は入れて、でどっちだ？こっちか。できました。さあみんなのかき揚げ上がったよ。ハンバーガーにマヨネーズ塗ったら今度はお野菜ね。キャベツだとちょっと合わないので玉ねぎ使います。そしたら大葉を乗せてこの子を挟むとかき揚げバーガー完成。じゃあお願いします。皆さんかき揚げバーガー作ってください。スケーキですか？それマヨネーズ餅にして直した。これを先生。かき揚げの優しい味がタレにマッチしてて美味しいです。スーパーで売ってほしい。売ってほしい、これ美味しい。確かに。カズマシ絶賛のバーガー。玉ねぎはシャキシャキだし、かき揚げはカリカリして美味しい。
結構ね、アイゴゴロッと入れてます。いただきます。おいしい。アイゴの香りとわかめがすごい合ってて、新しいハンバーガーって感じ。こっちはどうかしら。青のりタルタルっていうのも初めての試みなので、あと昆布も入ってます。いただきます。ちょっと口元がお見せできないぐらいタルタルがついてるのでこのまますいませんけど、めっちゃ美味しい。青のりのタルタルはすっごく爽やかで、アイゴのこの甘みの強い実を引き立ててます。めっちゃ美味しいです。はい、ということで今日みんなと一緒に作ったこのアイゴバーガー、かき揚げとフライ両方ともあるんですけど、皆さんにぜひどっちのハンバーガーを販売してほしいかアンケートを今募集しております。この概要欄でアンケート応募できますので、ぜひぜひたくさんのご応募お待ちしております。そして、この後ですね、秋にあるテレビ愛知さんの縁日のイベントではサンプリングとして、この2種類のハンバーガーを食べ比べできるチャンスがあります。ぜひそちらもホームページ見ていただいて、参加していただければと思います。アンケートのご協力概要欄からよろしくお願いします。じゃあ今日はみんなに一回感想を聞いてみたいと思います。いかがでしたか？アイゴについて、いろんな食などを通して改めて知ることができてよかったなって思ってます。インターネットとかで調べて知っていても実際に食べた食感っていうのはわからないから、すごく勉強になりました。ああ、よかった。アイゴを食べてみて、あれ美味しいなって思って、みんなにアイゴをもっと食べてもらいたいと思いました。どっちのハンバーガーも違う特徴があって美味しかったので、みんなに食べてほしいと思いました。毒のあるヒレを取ったり骨を抜いたりする作業は大変だったけど、苦労して作ったバーガーは絶品でした。このおぱっぴー隊のみんなと一緒に作ったこのアイゴバーガー、実は10月の19日どこで販売するんだっけ？トヨタスタジアムです。ぜひ買いに来てください。お待ちしております。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。みんなのおかげでね、アイゴがこんなに美味しいお魚だったっていうのを私も思い出しました。また頑張ってね、アイゴのお魚仕入れたらいっぱい売っていきたいなと思いますので、その時は食べに来てください。お願いします。よし、じゃあみんな帰る準備しよう。本当にありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ヒレを取るまで手でアイゴを触ってはいけない。頭を切って内臓は食べれるけど、臭いからあんまり。